そうか。皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。皆様ありがとうございます。無事に1回目の訪問着の会を開催することができました。ご覧いただいているのはアマン東京のアフタヌーンティーの様子です。地上33階のこのラウンジの雰囲気があまりにもラグジュアリーすぎてちょっとね動画とか撮ってるような雰囲気ではなかったので、当日の動画とか写真はあまりたくさんはないのですけれども、その時の様子を少しでも味わっていただけたらいいかなと思ってご報告させていただきます。こちらのお皿に載っているのはトランクの中に入っていたお菓子なんですけれど、そのトランクの中から好きなものを好きなだけお選びくださいっていう感じだったんですけれども、最初話を聞いてた時はこの中から一つだけっていう風に前情報でねいただいてたんですが、何個でもいいみたいな感じで説明されました。で、全種類欲しかったんですけど、とりあえず4種類だけ初めにいただいて、その後またおかわりできますよっていうことだったので、また後でおかわりしようと思ってたんですけど、何しろボリュームがすごくて、もう全然おかわりなんかしてる場合じゃないぐらい、本当にお腹いっぱいになってしまいました。お皿の上にスコーンが1つ乗ってるんですけど、本当は2つあったんですけど、1個しか食べれないような、そんな状態で、このスイーツもね、とても楽しめたんですけど、何しろね、おしゃべりがめちゃくちゃ楽しくてですね。今回本当は4人で予約をしていたんですが、2人キャンセルが出てしまって、2人っきりでね、アフタヌーンティーを楽しませていただきました。お互い初対面ですし、もしね、会話が弾まなかったらどうしようってちょっと心配でしたが、そんなの全然心配するようなことじゃなかったです。もう時間が足りないぐらいでした。はい、それでは今月のテーマの赤い着物と赤い帯のコーデを着ながら、またね、この第1回目の訪問着の会のお話をさせていただこうかなと思います。今回の訪問着の会は、アマン東京、アマン東京、アマン東京で行わせていただきまして、もう本当に感激でございます。もうね、本当に着物を着て YouTube とかをやってなければ、絶対行けなかったと思うんですよね。それがね、訪問着の会をね、しましょうっていうお声をね、視聴者の皆さんからいただいてね、じゃあ、ちょっと訪問着の会面白そうだからやってみようかなと思って、で、会場を探すときに、とびきり素敵なところに行きたいなと思ったんですよね。で、それで思いついたのがアマン東京で、アマン東京の、アフタヌーンティーぐらいだったらいけるかなと思って、それで調べたのが始まりなんですけれども、背伸びしてもね、アマン東京に泊まるのはちょっと難しいんですが、アフタヌーンティーだったらいけると思いまして、で、でも予約を取るのがね、なかなか難しいということでね、予約開始されるのと同時にぐらいに、問い合わせをしまして、で、当日のアフタヌーンティーの内容はわからないけれども、それでも良ければ予約ができますっていう感じのタイミングで予約をさせていただきました。多分10月の末だからハロウィンじゃないかなっていうおおよそのね予想を立てて、で、予約をしたんですけれども、やっぱり毎年その時期はハロウィンのね、アフタヌーンティーをされているので、今回もハロウィンのアフタヌーンティーをいただくことができました。で、アマン東京のラウンジは、一度にね、6人までしか予約が取れないんですね。個人はね。で、アフタヌーンティーに参加をされたいって希望されている方が10名ぐらいいらっしゃって、これだと一度にね、できないなということで、
1度目はこの10月末、2度目は11月の末に開催させていただくことにしました。なので、私あともう一回アマン東京でアフタヌーンティーいただけるんです。で、この10月末はね、本当は私を含めて4名でアフタヌーンティーをいただく予定だったんですけれども、直前になって、体調をね、崩された方がね、2名いらっしゃって、それで結局2人だけでアフタヌーンティーをさせていただくことになったんですよね。でももう、もしね、そんなことはないかなと思うんですけど、もし誰も来れなかったらどうしようと思ったんですけど、でもせっかくのアマン東京なので、一人でも、一人でも、ぼっちでも訪問記の会をやろうという心意気だけはありました。でももう一人の方もね、すごく楽しみにしていてくださってたみたいで、無事に東京駅前で合流できて、アマン東京のラウンジに行くことができました。当日のラウンジでは、やっぱりアフタヌーンティーをね、召し上がってる方たくさんいらっしゃいましたね。で、当日その時に来てくださった方と、お話しすることがあるかなって思ったんですけど、なんかね、やっぱり世代も近いし、やっぱ趣味が着物というね、やっぱ共通の話題があるので、時間を忘れるほどでしたね。多分ね、ちょっと時間オーバーしちゃいましたね。まあね、着物のことや家族のこととか、あとね、老後のこととか、もうほんと話に花が咲くっていう感じでね、アフタヌーンティーもね、そんなに進まなかったですね。で、その日ね、来てくださった方は、私が辻ヶ花がね、大好きだっていうことをね、ちゃんと分かっててくださってて、帯をね、辻ヶ花の帯を締めてきてくださってたんですよ。めちゃくちゃ嬉しいですよね、そういうのね。とっても素敵なね、帯で、しかもね、新兵さんで買ったっておっしゃってまして、でもとっても素敵な帯でした。そのね、帯とか、その方の着姿、もう一度最後にご覧いただこうと思いますので、最後まで見ていってくださいね。アフタヌーンティーって紅茶をね、いくつか、あのー頼めるじゃないですか。で、大体ね、でも、行って飲むのって、いつも同じものにやっぱ偏っちゃうんですよね。私だったら、アールグレイ系の紅茶が好きなので、最終的にはね、アールグレイに落ち着いちゃって、なんかね、こう、あんまり挑戦できないんですよね。で、珍しくコーヒーをね、飲んでみようかなと思って、コーヒーの豆をね、どこの豆なのか聞いてみたら、スリランカ産の豆っていう風におっしゃってたんですよ。スリランカ産の豆って、あんまり聞いたことないなと思って、コーヒー豆って普通、コロンビアとか、ブラジルとか、そんな感じじゃないですか。スリランカでのコーヒーってどうなんだろうと思ってわからなかったんですけど、後でよく調べると、すごくね、希少な豆らしいんですよ。数パーセントしか取れてないコーヒー豆らしくて、なので、皆さん、もしね、アマン東京じゃなくてもいいんですけど、スリランカ産のコーヒーが飲める機会があったら、ちょっと一度飲んでみるのもいいかなと思います。私ね、あともう一回今年行く予定があるので、その時はスリランカ産のコーヒーいただこうかなと思います。はい、というわけで赤い着物も着終わりました。今回もね、赤々コーデって結構ハードル高かったと思うんですけれども、たくさんの方に参加していただけてとっても嬉しいです。ちょっとここから覚えてる限りのメニューの紹介をしようと思います。まずこちらはトランクの中から選んだお菓子で、マカロンと固めのさつまいもペーストのクッキーと猫の形のココアクッキーと丸いのね、オレンジ色のがゼリーみたいな感じのお菓子でしたね。
で、手前にボンと乗ってるのがスコーンですね。スコーンすっごく美味しかったです。しっとりしてて、あともう一つね、あって食べたかったんですけど、食べきれなかったんですよね。ちょっと惜しいことをしました。で、こちらがスコーンにつける、クリームと蜂蜜とジャムの2種ですね。これもね、もちろん全部食べきれるわけでもなくて、もったいないですよね。持ち帰りできればいいのになって本当に思います。で、今ご覧いただいているのは、一番下の3段目の甘くない、お食事系のものが乗ったプレートですね。見た目は甘そうなんですけど、全然甘くなくて、なんかちょっと見た目と味のギャップにびっくりする感じのプレートでした。はい。で、こちらはね、一番初めに出てきた前菜スープのような感じで、カシスのスープなんですよ。うん、カシスのスープっていうよりは、ジュースみたいな感じで、すごくね、美味しかったです。さっぱりしてて、酸味がある感じで、とても美味しかったです。で、今この映っているピンク色の飲み物はアイスティーですね。到着してすぐは喉が渇いていたので、アイスティーをいただくことにしました。はい。で、こちらがトランクの中身の全貌です。上はふんわりムースなんですけど、下はジュースですね。ほんとさっぱりしてて美味しかった。はい。というわけで、アマン東京のハロウィーンのアフタヌーンティーはこんな感じでした。今ね、ご紹介しても、このシーズンにまた予約が取れるかどうかはちょっとわからないんですけど、うちみたいに、前日にね、キャンセルが出ることがあるかもしれないので、もし興味がある方は、アマン東京に問い合わせをしてみてください。はい。で、ピンク色の方が私で、紺色のお着物をお召しになっている方が、もう一人の視聴者様の方ですね。辻ヶ花の帯を締めてくださっています。今回はご参加どうもありがとうございました。11月末のご参加の方も楽しみにしていてくださいね。今回ね、こうやって楽しい時間を過ごさせていただいて、本当にありがとうございました。また、もう一回ありますけれども、そちらもうまくいくようだったら、また来年も考えてみたいなと思っています。はい、今回の動画は以上になります。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で着物に関する動画を公開しています。また来週もお待ちしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。